この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、魅力的な表情が描けてますよね。キュアゴリラさんの作品、ディズニーツイステッドワンダーランドからビル・シェーンハイト。こんにちは、斉藤直樹さん。私は中学2年生です。ツイステの中で2番目の推しのビルさんをアイビスペイントで描きました。レイヤー分けができてなかったらすいません。添削してほしいポイントはリンゴの立体感です。ビルさんの美しさをもうちょっと引き立ててほしいです。あと背景の添削もお願いします。とのことです。まずですね、僕がすごいと思ったのはキュアゴリラさんが描きたいものがとてもはっきりしているなってことです。もちろんね、ビルさんを描きたいっていうのはもちろんあるんですが、それにプラスしてコンセプト、作品のコンセプトがとても明確だなっていうふうに思いました。この作品のコンセプトは何かっていうとですね、今ビルさんが赤いリンゴを持って微笑みかけているんですが、実はよく見るとですね、ビルさんの後ろにほら、こことあとここですね、ここに緑の毒リンゴが隠れていて、こちらをじーっと見ているんですよね。これによってビルさんがただ美しいだけじゃない、内面に怖さも隠し持っているんだよっていうことを伝えたいんだなっていうことがわかるんですね。中学2年生でここまでコンセプチュアルに画面を構成することは少なくとも自分にはできなかったので、キュアゴリラさんの絵作りに対する熱意と工夫がこの部分からも伝わってきます。すごい。で、今回のテーマなんですけど、ズバリもっと見やすくです。この作品、確かに今言ったようによく描けてはいるんですが、全体的に少し見にくくなっちゃってる部分がちらほらあるんですね。それがちょっともったいないなっていうふうに思いました。なので、これからその部分を直していきつつ、キュアゴリラさんの添削の要望にもお答えしていきたいと思います。ただですね、キュアゴリラさん、覚悟してください。私に添削を依頼したからには絶対にあなたをうまくして差し上げるから。今この瞬間からお遊び気分は許さないわ。ビシビシ鍛えてあげるから覚悟なさい。しっかり勉強なさい。はい。ということで始めていきたいと思います。まず見やすさとは関係ないんですけど、ビルさんの美しさを引き立ててほしいという要望がありましたので、そこを先に解説していきたいと思います。ちょっと強い影が入っているので、このままだと形状を整えにくいので、顔に入っている影を取っちゃいますね。はい。ちょっとね、髪色も本人よりも鮮やかな黄色すぎたので、色も合わせてみました。髪色はキャラクターのイメージに関わるので結構ね、重要です。そしたら最初は目ですね。ご本人の画像を検索していただくとわかるんですが、今目が少し裏がなくて素直な感じの目になっちゃってるんですね。ビルさんの目って怪しさとか妖艶な感じがするんですよね。それを表現するためにはこうします。はい。まぶたを少し閉じて、半目のような感じにしつつ、二重まぶたを少し上に持ち上げました。ちょっとね、よく見てみるとわかると思うんですが、少しね、白目も足して、三白眼っぽい感じにもしてありますね。こうすることで、少し怪しい魅力を追加することができます。あとは、眉毛ですね。眉毛はキリッとつり上がった眉毛にして強気な印象を追加します。目を調整したので、それに合わせて鼻と口の位置も若干調整します。
はい、こんな感じ。あとはですね、目にかかっている髪の毛についても少し調整しましょう。はい、ちょっと細かいんですが、この目にかかっている髪の毛の形状を少し変更しました。これによって特にこの手前のこの毛ですね、この毛はですね、これによっておでこと目を隠すという大事な毛になりますので、ここは特に注意しながら形を整える必要があります。なぜこの毛が大事かっていうと、この髪の毛で性格を表しているからです。この毛の役割が何かっていうと、実はおでこと目を隠すのが役割です。おでこが出ていると素直な感じとかあけすけな感じが出てしまいます。目を髪の毛で隠すことで何かね、隠し事があるというようなミステリアスな雰囲気を表すことができるんですね。そしてちょっと細かいことなんですが、こうするのもありだと思います。はい、目の透かしをやめました。見比べるとね、こんな違いがあります。こうすることで、絶対に逃がさないわ。すべては世界で一番の美しさを手に入れるために。って感じの、美しいながらもその奥に潜む凄みみたいなものを表現することができると思います。で、ちょっとここは細かいんですが、耳と襟元の形が気になりましたので、そこも調整します。はい、耳は少しだけ大きく、襟元は形がちょっと崩れていたので、それを整えました。こういうね、細かい部分をきちっと描けるのも意外と大事ですね。で、次はですね、ご要望があったリンゴの立体感についてなんですが、そもそもキュアゴリラさんの絵柄自体が平面的な良さを生かした絵柄なので、そんなにも立体的に描く必要はもともとないんですが、あえて立体感をつけるとすると2つのポイントがあると思います。やってみます。はい、こんな感じです。少しの違いなんですけどね。一つ目のポイントは角度です。形を立体的に見せるには正面じゃなく角度をつけてあげることが必要ですから、リンゴの上の面、ここですね。ここのヘタがついている部分を見せてあげることで、よりリンゴが立体的に見える角度になると思います。そしてもう一個は手の添え方です。リンゴは丸いものですから厚みがありますよね。なのでその厚みを意識してですね、こんな風に指を沿わせてあげるとさらに立体感をプラスすることができると思います。で、次はこれもちょっと細かいことなんですが、金属の色ですかね。今ちょっと黄色みが強すぎるので、少し落ち着いた金色に修正しつつ、他の細かい部分の色も調整してみます。はい、今言った金属の色と、あと帯の色ですね。この帯の赤の色、ここは影色に沈めて少し鈍い色にしちゃった方が必要以上に目を引かなくていいと思います。それとですね、この細く入ったところどころに細く入った白いライン、これおそらくここの形が埋もれてしまったと感じて分かりやすくするために線を入れたんだと思うんですが、逆にこの線がチラチラとちらつきすぎてしまっているので、絵が見づらくなってしまっているように感じるんですね。なのでこれは取ってしまった方がいいかなっていうふうに思いました。もしね、境目を分かりやすくするとしたら、
もうちょっとね、明度を抑えて、このぐらいのグレーで塗るか、それか、この際の部分を少しだけ明るくするような処理を入れるといいと思います。で、ここで最初に入っていた影を追加しますね。はい、こんな感じ。いかがでしょう？最初と見比べてみると、キャラクターが見やすくなった感じがしませんか？はい、次はですね、背景の添削に移っていきます。背景はですね、コンセプトは読み取ることができたんですけど、少しそのコンセプトが伝わりづらい配置になってしまっているので、配置から直してみましょう。こうします。はい、ビルさんを左に移動しつつ、そしてこうですね。はい、毒リンゴの数を1個にしました。これね、元ネタがあるわけではない場合には、数は1個か、もしくはめちゃくちゃいっぱいにするか、どちらかの方が伝わりやすいと思います。で、このままでもまあいいんですが、リンゴの立体感をつけたいという最初の要望がありましたので、この毒リンゴももうちょっと立体的に見えるように直していきましょう。ちょっと書いていってみますね。はい。こんな風に正面で捉えるんじゃなく斜めを向かせてあげると、これはリンゴだけじゃないんですけど、いろいろなものは立体的に見えると思います。でね、ここも今回の添削のテーマ、より見やすくで重要なポイントです。注意して見ておいてください。はい。下はマゼンダ。上は青っぽい色に変更して、画面を下と上で世界を二分しました。ちょっとね、これだけだと背景が単調なので、こういう工夫もありですね。はい、こんな感じ。最後に背景の光をキャラクターに反映させましょう。はい、反射光を描いてキャラクターにも背景の光が影響している感じにしてみました。これによってですね、キャラクターに光が当たっている面、表向きの顔とキャラクターに光が当たっていない面、実はこんな一面もあるという2つの側面を背景を通して見ている人に分かりやすく伝えることができちゃうんです。今回の添削は以上となります。見比べてみましょう。最初がこの状態。そして添削後はこんな感じです。見比べてみるとよりコンセプトが明確に、そして分かりやすく見やすく変化したのがお分かりいただけると思います。また今回の添削では目の描き方についても同時に解説してきたんですが、目ってね、結構手癖で描いちゃうことってありますよね。なので細かい形状によってキャラクターの性格を描き分けるなんてちょっと難しいよっていう人も多いと思うんですが、そんな時にはこちらの動画、男性キャラかっこいい目の描き方講座がおすすめです。目の一部を変えるだけで性格が細かく描き分けられるマル秘テクニックを知っていただけると思います。それでは最後に行ってみましょう。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけんじゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。